2016年3月、戦地に置き去りにされていた日本人がついに祖国へ帰ってきた。太平洋戦争の激戦地ミャンマーで戦没した旧日本兵10人の遺骨。どうもありがとうございました。やりました。祖国への扉を開いたのは福岡市出身の僧侶井本克行さんだ。この民家の斜面になってるんですが、その斜面に穴が掘られて亡くなった兵隊さんが全部そこに埋められたっていう話なんですね。ミャンマーには今も4万5,000柱余りの日本兵の遺骨が残されている。井本さんは独自の調査で2,000柱の埋葬地を特定し、ついに国を動かした。連れて帰れるのは日本政府の方だけですんで、我々民間ではできないことなんで。民間人の井本さんが調査できるのは、彼がこの地でゼロファイターと呼ばれることにあった。ここです。井本さんの調査は遺族に大きな希望をもたらした。もしかしたらね、ひょっとしたらね、骨が見つかるかもわからんからね、お父さんおばあちゃんねって言っときました。しかし国の遺骨収集が始まったことで新たな課題が浮かび上がった。障害だらけですよね、考えたらね。本当に残念ですけれども、戦後71年、独自の調査から国を動かし、日本兵の遺骨を帰還させた男を追った。ミャンマー最大の都市ヤンゴンから北へ空路2時間。2月、日本兵の遺骨調査を行う僧侶井本克行さんは活動拠点の町カレー廟に降り立った。井本さんは現地に住む仲間の協力を得て調査を重ねてきた。しかし今回はこれまでとは違う。率直に言ってやっとご帰国が叶えるんだと。我々民間ではできないことなんで、会うことはできてもで本当にね、政府の方々に来ていただいてありがたいです。嬉しいです。今回は国の調査団が同行する。それでは皆様どうもおはようございます。今日からですね、またよろしくお願いいたします。地元住民の協力を得て井本さんは2,000柱に及ぶ遺骨の埋葬地を特定した。それが国を動かした。井本さんが先導するのはインドと国境を接するチン州。太平洋戦争の激戦地インパール作戦の跡地だ。この地域は内戦のため4年前まで外国人の立ち入りが禁止されていた。政情が安定したことでようやく
国による調査にこぎつけた。実に39年ぶりとなる。発見現場こちらですか。はい、皆様方が、こちらの場所で、ご遺骨を発見したと状況などについてお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いします。朝がどういうそのワイワンピマタンディシャレタンディシャレタンディシャレどれかまよりおほんにどれりこれ間違いなく当時の井本さん、これは何ですか？いや何かわかんないですけど何ですかね。まあ鉄製のまあ箱みたいになってるんですよね。こう繋がってたんですよね。いや探すとねいっぱい出てくるんですよ。こんな感じで金属や鉄の廃材を換金しようと戦地を探し回っていた住民たちが遺骨を発見したのだった。住民の皆様がご協力いただいてですね、日本人戦没者のご遺骨をですね保管していただいてということで大変ありがたいと思います。はい、ありがとうございます。井本さんは遺骨が保管されている民家へ調査団を案内した。ご遺骨と一緒に今そこにございますボタンですとか、あるいは成田さんと書かれましたお守りではないかと思われるようなものも一緒に出てきたんでしょうか。ダリアดูတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးတွေ့လာခြင်းတွေ့လာပါဂျယ်စီတို့ရိုးတို့အတူတူပဲရှင့်စာရွက်လေးတို့ကအတူတူပဲတနေရာနဲ့တနေရာနဲ့ရှင့်一緒にはい。お守りとともに埋められていた遺骨一柱。家の建て替えの際、地中から出てきたのだという。土に埋まってたんでしょうか、それともそうでなくてもう土の上に表面に出てたんでしょうか。ဒီတော့ကနေကြီးထဲမှာဝင်နေကြလားပေါ်မှာတွေ့တယ်နေကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့က埋葬地の状況や遺骨の形、遺留品などから日本人かどうかの鑑定が行われる。鑑定人さんがですね、カメラ撮らないでいや大丈夫かどうか鑑定人さんがちょっとこちらのご遺骨は日本人戦没者であって、一柱ということでよろしいでしょうか。よろしかったでしょうか。ဆマတကယ်ဒါဆိုဒါဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ဆမာထင်ပါတယ်そうです。わかりました。彼らがこの地で戦ったインパール作戦は最も無謀な作戦と言われている。1944年3月、日本軍は連合軍の拠点インド東部のインパールを陥落させるため3つの師団総勢およそ10万人をミャンマー・インド国境のアラカン山脈へ進撃させた。日本軍は当初20日で陥落できると考えていたが、制空権はほぼ連合軍の手中にあり苦戦が続く。さらに軍部は補給を軽視したため食料弾薬は早々に底をついた。やがて雨季に入ると道は泥沼と化して進軍を阻み、日本兵は戦闘よりも飢えや病気によって命を落としていった。もう本当に直撃になるとね、そういうことで眠らしちゃダメ。ずーっと天国行っちゃうんだ。インパール作戦の最前線で戦った埼玉県在住の今泉誠二さん92歳。インパール北部小比麻へ進撃した連隊の記録係を務めた。連隊はほぼ全滅し、生き残ったわずか5、6人で撤退した。
さっきまで同じ暗号の飯食ってた戦友が「今泉俺はダメだからここでちょっと休んでくれ」「バカ野郎何言ってんだこんなとこで休んでたまるか」ってほっぺたひっぱたいてね手てまたこんなになって歩いてそうするとそのまんまなんとか持つんですよ。そこで「あそうか休め」なんて言ったら間違いなく死んじゃう。そんな話をテレビで知らしたくもねえな。あんまり残酷で遺族の人が聞いたら。太平洋戦争の海外戦没者は240万人。そのうち半数近くの113万の遺骨がいまだ日本へ帰還していない。ミャンマーには4万5,000柱が残されたままだ。なぜ帰還できていないのか。一つは国が1976年以降確実に日本人であるという情報が入らない限り積極的に収集をしなかったこと。もう一つは内戦のため外国人の立ち入りが制限されていたことだ。入れ。民間人の井本さんがなぜ遺骨調査ができるのか。それは彼がゼロファイターと呼ばれることに関係していた。福岡県朝倉市。学生時代からカンボジアなどで難民支援を行ってきた井本さんは28歳の時出家し仏門に入った。特にアジアの場合は仏教国が多いじゃないですか。国と国の支援っていうのも大事ですけど違う切り口から、開拓してみたいなっていうのもありまして。2011年46歳の時支援のため単身ミャンマーに入った。当初の目的は遺骨調査ではなかった。軍政から民政へ移管し民主化が進む国ミャンマー。一方国軍と自治権を求める少数民族との間では60年以上にわたり内戦が続いている。ミャンマーには134の少数民族が存在し一部は今も虐げられている。その惨状を井本さんは見捨てることができなかった。彼らの窮状を見て同じ人間として、やっぱり間違ったことは間違ってるし正しいものは正しいんだし彼らにはそれを主張したり、行動したりする機会が極めて少ない。しかし僕たち日本人にはそういった自由がたくさんある。こういうのをやるのが本当のボンさんの仕事じゃないのかなっていうのが一つですね。ミャンマーへ入った井本さんは少数民族のリーダーたちへ呼びかけた。I think it means you can speak about the present condition of the nationwide ceasefire accord. 全土停戦を目指すには少数民族が一枚岩になるべきだ。井本さんはそれぞれの民族が住む国境の山岳地帯を駆け回り団結を訴えた。やがてこう呼ばれるようになる。Zero fighter. His car sacrifice life and everything. 愛車ゼロファイター。山奥の道なき道や時には川をも渡った。
内戦地域の銃弾の下をくぐり抜けることもあった。これパオ族の連中が張ったんですよ。一人入ったじゃないですか。飛び込み方が特攻的だって言って、それで張られちゃったんですね。アブラハムの子供は7人の子、1人はノッポで、あとはチビ。命がけで和平へ尽くす日本人にリーダーたちは心を動かされた。こうして井本さんは11の主要少数民族からなる連合体 UNFC を組織する。Mr. Imoto is very supportive, also very encouraging. Even he is a foreigner, he doesn't have relative blood with us, but he has a heart with us. その得意な人脈が民主化を目指すミャンマー政府の目に留まる。2012年、井本さんは UNFC と政府を初めての和平協議の場へ導いた。ゼロファイターへの感謝の証として少数民族のリーダーたちが提案したのが日本兵の遺骨調査だった。彼らの住む地域には日本兵の膨大な遺骨や遺留品が残されていた。စိတ်ကူးလာတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တိုင်းသားတွေရဲ့စပန်ရင်ကြီးမှာကျွန်တော်ကတူတယ်။နံပါတ်1အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစပန်ရဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့လည်းဒူတုံးနဲ့အတူတူပေါ့နော်။ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။တို့ကိုငြိချင်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြလာတယ်နော်။日本はどんどん豊かになっていくのにですね、忘れ去られたようにですね。当時ねお国のために戦いながらですねそのままになってるっていうのはやっぱり現代人としてはですね、それに対する責任っていうのはあると思いますね。日本人戦没者のご遺骨帰国運動にご協力お願いいたします。そんな井本さんに共鳴したのが僧侶仲間だった。遺骨調査はすべて民間の資金で賄われている。少数民族のたくさんの方たちの信頼を得ながらねそういう活動をされてる姿っていうのは、ね、本当に応援する以外ないかなと。そして家族も井本さんを支えていた。自分のやりたいことをちゃんと持ってやってる姿は尊敬できるんで、だから見習おうかなみたいな。だからそういう人になりたいなっていうそういう像はありますね。なんか寂しいなとかそういうことってなかったんですかね。全くないです。っていうなんか自分のためではなく誰かのために何かのためにっていう気持ちを持って動いてるからこそであるんだなっていうのをすごく親の姿を見てって思っていて、とにかくやり通してください。あとはもう覚悟ですね。はい。骨になって帰ってきてもしょうがないなっていうぐらい覚悟は必要でした。仲間や家族の支えもあり、2013年井本さんは遺骨調査を開始した。ところが国の反応はあまりに鈍かった。日本の厚生労働省からの指導では、掘ってはダメだと、それから移動させてもダメだと、ピンポイントでこの場所にあるという場所を特定してくださいと、これ非常に至難の業なんですね。しかしもっとここに、時間や、活動をですね、もっと大きな規模で展開できればもっとたくさん見つかるのになと、
そういう虚しさですね。はい、国が井本さんに発掘をしないよう指導したのは、現場の正確性を保った上で国が調査に入るとしたからだ。しかしいつ国が入るのか全く説明はなかった。現地では露出された遺骨もあった。Exactly this place. No, Oh God. they found that site, but deep here because they dig the ground. At the time, searching bullets. この遺骨は紛失しないよう住民が安全な場所へ埋め戻し、現地で大切に保管されていた。何度も同じご遺骨に現場入るたびに会うんですね。申し訳なくてですね、僕はいつでも日本に帰れるんだけど置きっぱなしでですね。それでも井本さんは12の少数民族地域で調査を続けた。去年井本さんは自らが調査した2000柱に及ぶ遺骨の収集を国に促した。国としてはこういう寸法で動くんだと。ミャンマーの方には何年の何月頃どのような形で、国の発掘の調査隊が来るのか。何しろいただいた情報がこれまで私どもが接することのできなかった貴重な内容が多く含まれておりますので、井本さんに対し国は調査団を派遣し遺骨を帰還させると初めて回答した。よかったとこれで完結しますね。よかったですね。本当によかったのに。よかったです。入れ。国が現地に入ったことで住民が保管していた10人の遺骨が収容された。中にいいですか。はい。日本兵が祖国へ帰る日が近づいた。井本さんは国の調査団をかつて日本軍の拠点のあったインダイギーという村へ案内した。あるいは少しここで井本さんは重要な情報をつかんでいた。当時日本兵と寺で寝食を共にしていたというウーラさん。70年以上経っても当時の記憶は鮮明だった。お茶とかタバコとかですね、そういったので覚えてる日本語ちょっと言ってみてください。ばあみね自慢があれပြောပြဘူးလားတဲ့ကျေးဇူးတော်မှမသိဘူးနော်ဟမ်7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15လောက်14ぐらいまでဝိဇ္ဇာအဲ့လို
စစ်သားတော့စစ်တပ်ချပြုတ်နေတာပဲစစ်သားတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်လဲဗျဒီမှာတော့ခံမှန်းပါဗျခံမှန်းကြီး100ကျော်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့100人以上と100人以上はいကိုဗစ်တော့ရှိတာပဲじゃあこちらの方にあるとかほらလေပြောရေးဆိုတော့အဲ့ဒီからမှကြီးလေမဒီကမြူသူဖြုတ်တယ်လူကြီးတွေပြောတာသိတာဒီကကြောင်းသားဆိုတော့မြူအဲ့ဒီまあ自分よりインダイギーには栃木や群馬など北関東の連隊で編成された33師団の司令部が置かれていた。ウーラさんはさらにある記憶を口にした。石川で石川セボのビョラは石川陸軍の資料によると33師団に属した215連隊の中隊長に市川の名前がある。こうした情報から井本さんはここに33師団の主要な野戦病院があったと見ている。この一帯がいわゆる日本軍の33師団の第2野戦病院の跡地になります。今我々じゃあもうここってことですよね。ここです。このそうです。ここが埋葬地ですね。例えば掘ったとすると、相当なものが相当出ると思いますね。ここは師団の病院でしたから格が違いますから。埋葬地を次々と突き止めていく井本さんに大きな期待を寄せる遺族がいる。去年私たちが制作した番組の放送後、一通の手紙が届いた。こうしていろいろ調べたことが父の供養になれば心が安らぎます。こんにちは。山口県周南市に住む片山照子さん。夫の父豊さんはインパール作戦に参加し、1944年5月ミャンマーで病死した。夫も夫の母も他界し、今は一人で家を守っている。終戦後、家族のもとに遺骨は帰らなかった。箱根の中に白い布で包んであって、その箱の中に板の切れ端がこのかまぼこ売ってあるちょっと小さいって言ってたんですけど、それ一つポンと置いてあったって。母や夫の無念が心に引っかかったままだった。そんな中、テレビの報道で井本さんの活動を知った。井本さん、あの人がね遺骨の収集されてるっていうことを知って、私も驚いたんですよ。そうだろうかなと思ってね、何にもあれがないかもわからんけど、まあ手紙を出したらねいいんじゃないかなと思ってふっと思えて。調査の手がかりになればと、照子さんは豊さんが所属していた部隊や亡くなった場所を国などに問い合わせた。豊さんは第105兵隊病院で亡くなっていたことを知らされた。当時の陸軍の資料によると、第105兵隊病院はインパールの南東3カ所に置かれていた。そのうち2つが彼はコンジーという地だった。実は井本さんたちはこの付近に野戦病院があったという情報をつかんでいた。妹さんはบ่เนาะตัวปงจีบีรอดีโมกลิวามาบ่เนาะ
ဟိုဘက်ကမှရှိတယ်ဆိုပုံထဲမှာသူပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီနေရာဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ကပြန်လဲပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုသတင်းရှာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုပြီး井本さんたちの情報をもとに私たちは豊さんが最後を迎えた病院の跡を探した。日本軍と同じように陳道院川を越えていく。コンジー村には当時15人ほどの日本兵が滞在していたという。日本兵と一緒に生活していたマイン・ロンさん90歳を訪ねた。ミンガラーバー。ミンガラーバー。ミンガラーバー。日本から来ました。シャボララバー、ジャパンディアララバー。もうな。なんで泣いてるの？なんで泣いてるのか。バブロンゴはねば。バブロンゴはね。ロンロウィンレローラ。ロンロウィンレローラジャパンに見え。あ、でもロシアウィンレローラ。日本人の兵隊はどういう人でしたか？なんて？ここにいっぱい住んでたって。第105兵隊病院を特定する手がかりがもう一つあった。資料に記された病院長矢野秀夫の名前だ。ヤノဆိုတဲ့လူရဲ့နာမည်မှတ်မိလားတဲ့ヤノ知らない。ကိုရနိုးဆိုရတာကြားဘူးတယ်။はい聞いたことある。လွယ်လူရမ်းမခင်ဘူး။ဟိုကနားမှတ်မိရပေါ့ဗျာ။ありがとう。そう、ありがとう。ありがとう。ありがとう。日本語မှတ်မိလားဗျ。矢野という名前。かつてあった病院。豊さんにつながる手がかりがここでも確認できた。ジャパンカーラン、ダミナランダイパウ。ဒါဂျပန်တင်ချိုင်းတက်တာဖိုးတို့ပြောတာ日本の帽子ဆေးရုံကကျွန်တော်တို့လည်းပဲမှာဒါကာလန်ပဲဂျပန်ဟိုကနေပြီးကားနဲ့ချတာတူမတူပန်းတူじゃあ骨は見たことはないမတူပါဘူးဆိုပြီးပြန်သွားကြတာလေこっちはダメだよって言われたအဲ့ဒီမှာတောင်ကြီးမှာတယောက်第105兵隊病院の埋葬地とみられる場所は手つかずのまま残されていた。豊さんもここに眠っているのかもしれない。ああ、墓地もですね。埋葬地。山の上のこう寒いとかね、そのまんまの形でポンと置いてあるっていうだけで埋めてあるしね、あんまりそんなあれもない環境もあまり悪くないところでやったらもう本当ありがたいですよね。やっぱりなんていうか思ったことは行動に移したら必ず嬉しいことがあるんですね。ありがたいですね。埋葬地とされる場所に国が調査・収集に入るのかはまだ決まっていない。それでも井本さんの調査は遺族に希望をもたらした。もしかしたらね、ひょっとしたらね、骨が見つかるかもわからんからね、お父さんおばあちゃんねって言っときました。
片山さんのように病院で亡くなった場合、陸軍の記録や現地での証言などをもとに埋葬地が推定できるケースはある。一方で戦闘中に亡くなった場合、推定は困難だ。退却路には野ざらしにされたままの遺体が無数に残されていたからだ。その様は白骨街道と呼ばれた。至る所が白骨街道だもんね。だってみんな遺体が収容されないで、腐っているわけだから、至る所が白骨街道だから。中には指だけ切ってね、こう自分で持ってそれで落ち着いたところで火葬してお骨にして持ち帰ったなんていう話もよく聞きましたけどね。父は今どこに眠っているのだろうか。ミャンマーへ思いを馳せる遺族がいる。これがもう遺骨でしたよね。親父の骨骨ひとかけらでもいいと、本当に仏壇にあげたいと。1890柱、ミャンマーで場所の特定まで終わっています。まだ続々と出てきています。去年井本さんが福岡県筑前町で開いた講演会で熱心に質問をする遺族がいた。写真出てましたけど、うちの親父の遺骨が本当に帰ってくるやろうかと。とんでもございません。精一杯頑張りますんで。はい。そんな方がおられる。福岡県小郡市の三原ひかりさん、76歳。遺骨収集のお寺の和尚さんが遺骨が聞いたことあるんです。はい。ミャンマーで戦死した父の足取りは分からず、遺骨も戻っていない。亡き父の姿を求め、光さんは去年ミャンマーを慰霊した。これがもう遺骨でしたよね。石が残っとったから石を持ってきたんですよ。その骨はないもんやから、親父の骨骨ひとかけらでもいいと、本当に仏壇にあげたいというのがやっぱありますね。父三原豊さんは49師団に所属。1945年4月、ミャンマー中部のタッコンで戦死した。分かっているのはそれだけだった。タッコンはミャンマーの首都ネピドーから北へ車で1時間ほど。人口22万の中核都市だ。この町には当時から鉄道が敷かれていた。インパール作戦後も惨敗が続いた日本軍は連合軍の激しい攻撃を受けながらこの線路を越え北から南へ退却した。私たち日本から来ました。豊さんにつながる手がかりはないか。私たちは現地で埋葬地を探した。ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဖေးဖေးဖြစ်လာတော့ ကချာကချာဖေးဖေးကချာကတော့စကားလေးတွေစကားတော့မယ်။ဘာလဲမသိဘူး။ဒီရောက်တော့ဒီမြို့မှာလူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။တော့ဒီမှာတွားနေရ။တော့ဒီမှာတွားနေကြတယ်။この辺にいないですか。ဂျပန်လူမျိုးနဲ့ဂျပန်စစ်သားနဲ့မရှိဘူး။မရှိတော့ဘူး။အဲ့တက်ကုန်းလောက်မှကြားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တဝိုက်ကျွန်တော်10တဝိုက်သူတို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့10ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာလောက်ပဲရှိမယ်
戦闘があったというダム付近の村へ向かった。この村で日本軍を攻撃した元ゲリラ兵チェ・ミャイさんが詳しく覚えていた。တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုဂျပန်တွေကဒီလားဒါခဏလေးဟိုဘက်ကတိုင်းတည်ဒါတိုင်းလျှောက်တယ်ဒီလိုင်းကတလိုင်းဟိုဘက်လိုင်း၃လိုင်းသွားတော့ဂျပန်တွေကအဘတို့ကဒီလိုင်းကနေပြီးစီးတိုက်တာဒီဟော့တောင်ထားမှတရားတော့အဘောက်စတဲ့ဟော့ချိုထဲမှာလူပေါင်း600ဟော့ချိုကြီးတဲ့တင်ကန်းပုတ်တဲ့ရေးတာမပြုတ်ပေးဘူးမြုပ်ပေးတော့လည်းသူတို့ပြုတ်ပေးရတဲ့သူဂျပန်ပြည်တောက်လိုက်တော့ဒါတွေတိုက်နေရတာဟုတ်တို့ဘယ်နာမှာရှိနေတော့ဘူးတိတော့ကြာပြီဟိုနီးတော့ရပါဘူးလားကြာတော့မတိတော့ဘူးနော်မတိတော့လို့နော်埋葬する余裕などなかった退却路。遺骨は71年を経てすでに散逸していた。今も戦争の犠牲になっているのは国の命に従わざるを得なかった市井の人たちだ。やっぱこう話聞くと埋葬とかする余裕はなかったんだろうと思うんですよね。もう自分たちが逃げるのが精一杯。おそらく逃げるちょっと言い方は悪いかもしれんねんけど、やっぱり逃げていくのが精一杯やったろうと思うんですよね。まあね、なんで戦争したかとかなんでやったんかとかそれはもう言うたってしょうがないことやけどね。で今から先に何年ぐらいでその遺骨収集ができるんやろうかなというのが僕あるんですよ。それだけに少なくとも埋葬地が分かっている遺骨は早く発掘すべきだと井本さんは考えている。2016年ようやく再開した国の遺骨収集。しかし新たな課題が浮上した。ミャンマーで39年ぶりに行われた国による日本兵の遺骨収集。発掘ができない井本さんにとって待ちに待った機会だった。しかし井本さんが埋葬地へ案内しても国は一向に発掘をしなかった。私が聞いたインタビューで聞いた話によると、相当ここは深いと、で相当入ってると、野戦病院があちら側でここってことですね。今回のちょっと日程ですと明日別のところに行く予定にしていたものですから、まず試掘するにあたりましてもですね、私どもが、政府派遣団が試掘をしたいということがありましても、まず現地の許可地主さんですとか、あるいは現地行政府の方の許可がまず必要になってくると思います。勝手に掘るわけにはいきませんので。僕はせっかくおっしゃってるから基礎掘ってくんないかなと思ったんですけど、そういうことやればまあ正直思いますね。っていうのはそう来れるとこではないし、来た時やんないとですね。井本さんは国に掛け合った。ミンタ村の方は一体丸ごと出てきたらしいんですが、頭蓋骨のところだけ捨てたっていうんですが、敷地の隅に捨ててるんですね。で一応厚労省の方から指導を受けてもして我々手つけてないんです。本人はそこに捨てて、だからまだそこに埋まってるっていうんですが、こういうケースの場合はその場で試掘できるんでしょうか、それともまた次の機会。もちろんその家主の方がいいって言ってくれればですね、その場でですね、そんなに深くないと思うんですよね、今のお話聞く限りですと。であればそこの場でやりたいなと思います。
頭骨ですね、頭骨も持ち帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。すみません、そこはちょっとモヤモヤしてました。すみません、ありがとうございます。その村は拠点の町から車で5時間、インド国境にあった。京都の連隊が駐留したとされるミンタ村。井本さんは去年6月ここを訪れ、遺留品と遺骨一柱があるのを突き止めていた。これはパイロットの万年筆なんでね、メイドインジャパンって。で、奥さんが曰くそこの隅ですね。そこの隅に頭蓋骨と捨てたっていう話ですね。တွေ့တာဟိုမှာဗျအခုကျွန်တော်ဒါလွှင့်ပြလိုက်ဒါကျွန်တော်ဟိုခေါင်းကုန်နေပါလိမ့်ကြတော့လွှင့်လိုက်တော့အတမတ်ခဏမှာကိုကိုနေ遺骨の発掘が始まった。မဟုတ်ဘူးတူးတဲ့နေရာပဲနေရာမှာလောက်တွေ့နိုင်မလဲပေါ့ ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြချထားတာဆိုတော့အနည်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒီကဒီအဲ့လိုလေးတွေ့အမီကပ်နေရမှာလို့ပါပါနေမှာဟေးပြောပြနေစတာဒီနေ့ကျမှစံတာလေးနဲ့အကုန်ပြူတာဒီစင်ဒီကနေနော်ကိုလိုဟန်นี่ပြူကုန်တာစံကိုကိုねへまでもここでは去年井本さんが訪れた1ヶ月後に洪水が起きていた。遺骨は見つからなかった。障害だらけですよね、考えたらね。一応ね規則でそういうふうに言われてますんで、僕たちは場所を特定するだけって言ってますけどね、洪水の前に来てたんでね、その時ほっとけばよかったんですよね。私どもの方もですね、頭骨ぜひとも一緒にご帰還いただきたいと思ったところですが、本当に残念ですけれども、少しでも早くですね、ご遺骨の調査収集が必要かと思います。はい。少しの手遅れが遺骨収集を阻む大きな壁となる。新たな課題が突きつけられた。結局今回収集できたのは地元住民が保管していた10人の遺骨だけだった。 DNA 鑑定の検体が取れたのは歯が残っていた2柱のみ。身元が特定できない遺骨は千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨される。まだまだこれからたくさんまだ眠ってられるんで頑張っていかないといけないですよね。でも本当にまず第一弾としてよかったです。
戸柱ではあるが、井本さんの思いは一つ実を結んだ。どうもありがとうございました。やりました。やったやった。なんとか。でもまあこれからですから。はい。頑張っていきましょう。はい。厚生労働省としては、挙げてこの全ての遺骨を持ち帰る、その決意でもってこれからの調査も進めてまいりたいと思いますし。3月24日、戦没者の遺骨収集を推進する法律が成立した。遺骨収集を国の責務とし、2024年度まで収集を積極的に行うとしている。さらに国は4月から井本さんたちに対し、条件付きではあるがミャンマーでの遺骨発掘を委託した。今後は国と民間が協力して調査収集に当たる。次の収集は来年2月を予定している。もし私が彼らだとしたら、寂しいところで眠ったまま、誰の関心もないまま、ほったらかされたままですから、やっぱり自分の国、日本で眠りたいですね。日本の戦後はまだミャンマーでも終わってません。日本人としては、精一杯、未帰還の英霊のご遺骨ですね、この期間を進めると同時に、今民主化に向かっている、平和に向かっているミャンマーを応援していく、そういう道筋がつけられれば私の役目は終わりではないかなというふうに思っています。2016年春、日本兵の遺骨を全て帰還させるため、国と民間が協力する土台は整った。井本さんは一柱でも多くの遺骨を探し出すつもりだ。国の命で戦い置き去りにされた4万5,000の日本人とその家族のために。手遅れはもはや許されない。